久しぶりにコミカル系のミニ四駆で遊ぼうと思って、誰でも知ってる良いお店から取り寄せたのだけど、ご注文の結果 Amazon のお口からも届いてしまった。そして棚にしまおうと思ったら、さらに2個発見。そういえば以前小島で買ったんだった。さすがにちょっと怖くなってきましたね。自分の記憶力ってやつが、このまま積んでおくのももったいないので、これをベースにオリジナルシャーシを作ってみよう。その前に、まずは説明図通りに組み立ててみる。いわゆる素組みというやつ。このシャーシはモーターの下にプロペラシャフトがあり、そこからオームギアで前後のシャフトを駆動している。ギア比は54対1。これを元にシャーシを設計するのだけど、今回は簡単な試作からスタートして、徐々に進化させていこう。というわけで開発を開始する。なるべく具材を有用したいので、3D キャド上でレイアウトを再現。写真を取り込むと大まかな位置決めが楽。ちなみにホームギアのモデリングが難しかった。再現しなくても良い部分だけど雰囲気も大事。これに合わせてシャーシを設計。最初の試作なので動けばよしのシンプルな形。3D プリンターで召喚中。形状的にサポートの量が多いな。先ほど作ったマシンに、インストール。試作成功だ、と思ったけど、モーターの保持を考えていなかったので、マルチテープで固定。まあ最初の試作なんてこんなもんよ。ボディを装着。シャーシが見えないのでノーマルと同じ見た目になった。あ、そういえばノーマルの走りを見る前に改造してしまったな。けどキットはまだたくさんあるので、もう一台アッセンブル。これで走りを比較できる。というわけで一緒に走らせてみよう。関係ないけど風が強いな。ゴー。おー。2台横並びで仲良く走っている。わかりにくいけど青いパジェロが市販品のノーマルで、白いジムニーが自作シャーシ。電池やモーターの誤差はあるかもだけど、ほとんどノーマルと同じような速度になったので、試作機としては成功と言って良いのではなかろうか。次は採石の上を走らせてみる。市販ノーマル。ゴー。ちょっと苦しいか？あ、引っかかってしまった。抜け出せそうで抜け出せない。リトライ行ってみよう。ゴー。また引っかこう。今度は抜け出せたぞ。たまに引っかかってスタックしてしまうけど、なんとか走れている、という感じ。続いて試作機。ゴー。こちらもちょっと引っかかるけど、比較的スムーズに走れている。おや？スムーズかと思ったら画角の外でスタックしていた。とりあえず基本的な設計は完了したので、ここから進化させていこう。さて、いつもならこのタイミングで目標スペックを列挙するのだけど、今回はゴールを決めずに開発をスタートしてしまった。その結果、PDCA 無限サイクル編に突入してしまい、バージョン90を超えた頃、やっと 3D データ完成。3D プリンターで出力中。今回は熱やクリープ変形に強い ABS 樹脂を使用。収穫したのがこちら。これを、またしてもノーマルに、インストール。これに電池を搭載すれば、平等地形追従特化型4駆、コミカルツイスター、完成だ。機能解説いってみよう。ただし黒いシャーシは形状が見えにくいので、解説用にシルバーバージョンも作った。まず一番の特徴はフロントの動き。プロペラシャフトを中心に前輪の軸が動くようにした。最大角度は左右それぞれ45度。可動域はトラスビスの締め込み具合で無段階に調整できる。これは片側だけ可動域を狭くした状態。次にギア比。具材変更をアンロックし、ピニオンギアとファイナルギアを変更することで、99対1のギア比を実現。ノーマルからさらにローギアになったことで、走破性アップが期待できる。なるべく具材を有用する予定だったけど、入手性が良い汎用部品なのでよしとしよう。ギアの変更に伴って六角シャフトも変更。2ミリタイプにすることで620ベアリングが使用できる。さらにミニ四駆用の様々なホイールが使えるのも旨味。ただし今回は元のタイヤを使いたかったので、ゴムブッシュ式のホイールを自作した。最後にボディ。そのままシャーシに固定すると、前輪が動いた時に干渉してしまう。ので、
アタッチメントを使って取り付けるようにした。アタッチメントです。取り付け穴がたくさんあるので、ボディの高さや動き方を調整できるぞ。アタッチメント装着完了。動きはこんな感じで、前輪内側のトラスビスがアタッチメントを持ち上げている。ボディを乗せるとこうなる。実車のようなリアルな動きではないけど、シンプルさを優先した。ここもビスの締め込みで高さを調整できる。ボディ位置を高くした時と低くした時の差はこんな感じ。他のボディも乗せてみよう。ランドクルーザー、OK。ハイラックス、OK。ジムニーも、OK。これでタミヤのホームページに掲載されている車両は全て網羅。おや？もう1台あるぞ。パリ高仕様のランクルだ。というわけで急いで購入。これが乗れば現行モデルは全部搭載可能ということにな。あれ？入らない。そもそも全長が違うぞ。どうやらこの車種だけシャーシが違うみたいなので、残念ながら諦め。アタッチメントを増やせば良いのでは？方式は限りなく近いので、アタッチメントだけ作れば解決できそう。というわけでアタッチメントを追い召喚。シャーシに装着。これでどうだ？よし、装着できた。パリ高仕様のランクル、OK。そしてこのパッケージがめちゃくちゃかっこいいので、ボディを仕上げてメインマシンにしよう。と言っても塗装技術はないので、雑な筆塗り、からの雑な墨入れ、はみ出しまくっているけど、拭き取ればどうということはない。なんか昔のガンダムっぽいな。窓をつけて、シールをペタリ。おお、一気にそれっぽくなった。して、この後ボディをシャーシに乗せてシェイクダウン、という流れなのだけど、今回は思考を変えて字幕解説なしにしてみた。その方が走りっぷりが伝わりそうなので。今回はコミカルミニ四駆をベースにオリジナルシャーシを開発。いくつかの部品を変更することで、ローギアカやボールベアリングの装備を可能とした。そしてフロントの車軸を可動式にして、路面に追従する機能も盛り込むことができた。機能的にはかなり良い感じにアップデートできたので、今後はワイルドミニ四駆のボディを搭載できるようにするなど、より楽しみが増えるような方向にアップデートしていきたい。おまけ。本編で省略してしまった組み立てシーン。ちょっと丁寧に言ってみよう。まずはフロントユニット。グリスは多めに。次はリアユニット。プロペラシャフトに、時空系、バネ、ギアを通す。これをギアカバーとフロントユニットでサンドイッチ。さらにプロペラシャフトに部品を通す。ちなみに520とアルミスペーサーに換装したり、前側を弱いバネに変えてワンウェイ化したりもできるぞ。シャフトが抜けないように気をつけつつシャーシに搭載。リアユニット装着。ここでスイッチも入れておこう。ひっくり返して、ターミナルを差し込む。モーターと、モーターカバーを装着。回転制限用のトラスビスと、車高調整用トラスビスを装着。ボディアタッチメントを搭載。
タイヤをつけて、電池を入れれば組み立て完了。スイッチを入れてみよう。これはなかなかスムーズな音。ゴー。おまけのおまけ。フロントバンパーを装着して、オフロードサーキット冬を走らせてみよう。スイッチオン。ゴー。